影兄です。今日はですね、恐れ多くも VR ゲームの開発者に向けた動画になります。内容はですね、VR コントローラーの標準の握り設定はホールドではなくトグルにしようということを訴える内容です。多くの VR ゲームのコントローラーの標準設定がホールドになってるんですけど、これが大きな間違いなんです。なぜ間違いなのか、それは私が実際に武器を用いた戦いの経験からホールド設定は否定します。今回の話ではインデックスコントローラーを例に挙げます。この動画を見てるような方は VR のヘビーユーザーだと思うのでインデックスコントローラーの説明はいらないと思いますが、このコントローラーは指の動きを検知してゲーム内で実際に指を動かして物を掴んだりすることができる夢のようなコントローラーです。しかし実際には夢というより悪夢になってしまっているというのが現状です。お話の前にまずトグルとホールドのおさらいからしていきます。トグルというのはボタンを押したら武器を拾って、もう一度ボタンを押したら武器を手放します。ホールドというのはボタンを押したら武器を拾って、ボタンから手を離したら武器を手放します。わかりにくいと思いますが、要は武器を持ち続けるためにはトグルは何もする必要がないけれど、ホールドはずっとボタンを押し続けないといけないということです。ではこのトグルとホールドどちらがいいのかという話ですが、明らかにトグルの方がリアルに近い感覚になっています。VR にとってどちらがリアルに近いのかというのはとても重要なことです。しかし多くのゲームではトグルではなくホールドがコントローラーの標準設定になっています。なぜなのでしょうか。なぜトグルの方がリアルなのか。なぜコントローラーの標準設定がホールドなのは問題なのかをこれから説明していきます。結論を最初に言うと、トグルはリアルの握り感覚に近く、ホールドはリアルの握り感覚からかけ離れています。この評価は VR では武器を使って戦うということが非常に多いので、剣などの武器を持って戦うという観点からの評価になります。まずはインデックスコントローラーではなく普通のコントローラーの場合の話をします。ホールド設定はこのように人差し指の位置にあるボタンを押し続けることで武器を持つ設定です。ホールド設定だと常に人差し指に力を入れ続けることになります。まあこれは実際に人差し指に力を入れて武器を持って戦うっていうやり方は武器にもよるし戦い方にもよるけども実際にあります。しかしそれは戦闘中にやる持ち方であって移動中とかにはそういった持ち方はしません。しかし VR でホールド設定だと常時この持ち方になるのでとても違和感があります。そしてホールド設定の場合、私は VR のゲームで何度も武器を落としています。しかし私はリアルで武器を落としたことは今までに一度もありません。戦闘中に相手に切りかかって相手の武器を吹き飛ばして手放させるという経験はあります。力の弱い女性や小さな子供相手にそういうことがありました。でもいくら力の弱い女性が相手だったとしても、まあなかなかないレアなケースです。で、武器を吹き飛ばすっていうことはあったけれども、自分が持ってる武器を落としたり手放したり吹き飛ばされたりっていうことは今までに一度もありません。でも VR ゲームでは戦闘中は愚か、歩いてる時やただ突っ立っている時でさえ武器を何度も落としています。これはホールド設定が全然リアルじゃないっていうことなんですよ。コントローラーを握っているということはそれ自体がすでに武器を握っているということであり、その上でボタンを押し続ける、もしくは一定の強度で握り込まないと武器を持ったことにならないというのはおかしい。理由はリアルで武器を用いて戦っている私がおかしいと感じているからです。お次はインデックスコントローラーのホールド設定の話です。インデックスコントローラーが出た時にしきりに言われていたのが物を持つことができる。武器を実際に握って戦うことができる。だから素晴らしい。だからリアルだという話があちこちで聞かれるようになりました。果たして本当でしょうか。インデックスコントローラーで武器を持つときは、コントローラーを掴むと言っても、軽く掴んで持てる場合もあれば、結構強めに、ジュースの細いアルミ缶なら握りつぶしているぐらいに掴まないと武器を持つことにならない場合もあります。それで武器を離すときはコントローラーから指を緩めるか、手をパーにするぐらい指を伸ばすことによって手から武器が離れる。一見リアルと同じように見えてリアルに見えるけど、実際は全くリアルではない。なぜかというと先ほども言ったように私は今までリアルで武器を落としたことは一度もないですが、インデックスコントローラーのホールド設定を使ってる時は武器をもう何度も落としました。落としてしまうだけでなく、意図せずに武器を拾ってしまうことも何度もありました。意図せずに下に落ちてる武器を拾ってしまうなんてことはないはずなんですよね。そんなことがあったらおかしいのにホールド設定なら何度もある。これは本当に変です。インデックスコントローラーで武器を持って、まあ武器を振る時の握りの強さっていうのは、インデックスコントローラーでは常に一定の強さで握ることになるんですが、
実際は武器を持ってる時、武器を振ってる時の強さっていうのはその時々によって変わるわけで、例えば武器を振ったことがある人はあまりいないと思うんで、バットを例に挙げると、例えばバットを持って自分の番を待っている時のバットの握りの圧力の状態と、バッターボックスで立って構えている状態の握りの圧力、それから振り始めた時の状態の握りの圧力と、ボールを当てた時の握りの圧力、そしてフォロースルーをしている振り切っている状態の握力っていうのはどれも違うはずですが、インデックスコントローラーの場合は常に一定の握力で握らないといけない。もうこの時点でおかしいんです。武器も同じで、戦わずに立って歩いて移動中の握りの強さと、武器を構えている時の握りの強さ、攻撃を仕掛けている時の握りの強さ、敵に攻撃を当てている時の握りの強さっていうのはその時々で変わるんですが、インデックスコントローラーでは常に一定の握りの強さにしないといけない。これが変だということは分かってもらえると思います。握り方についても、指を全部ギュッとこういう風に握る場合もあれば、指の上の方、人差し指の付近をギュッと握る握り方もあれば、逆に小指の方、下の指の方をギュッと握る握り方もあって、武器や戦い方、その時の状況によって握り方っていろいろ変えたりするんですが、インデックスコントローラーの場合は常時指を全部ギュッと握る形にしないといけないんで、そこも違和感がある。リアルとは違うところになります。それで、例えば上の指の方に力を入れて、の指は力を抜くとか、そういう力の抜きどころを作ったらインデックスコントローラーだと武器を落としてしまうことがあるんです。だから、インデックスコントローラーだといろんな握り方に対応ができないんです。そこもおかしな点だと思います。最初に言ったように、多くのゲームがホールド設定が規定の設定になってるんで、コントローラーをギュッと握り続けないといけない。じゃあそれが正しいのかどうかっていう判断の一つとして、そのインデックスコントローラーを作ったバルブがこのインデックスコントローラーに同梱したハーフライフアリックスっていうゲームがあるんですが、そのゲームはこのインデックスコントローラーを宣伝するために作られたようなもので、ゲーム内のいろんなものを持てる、握れるっていうことを売りにしたゲームなんです。コップを持ったり皿を持ったり石を持ったりカゴを持ったり、ドアのドアノブを持ったり、いろんなものを持ったり、持つだけじゃなく投げたり敵も掴んだりとかもできるわけで、いろんなものを掴めるというインデックスコントローラーのいい宣伝になってるゲームなんです。だからそれを見たら、ああ、インデックスコントローラーはすごいんだ、いろんなものを持てるんだ、いろんなものを持てるのはすごいことなんだ、それがリアルに近いことなんだって思う人が多いと思います。でも実はいろんなものが握れるということを売りにしたハーフライフアリックスにおいて唯一握れないものがあります。それは何かっていうとメイン武器である銃なんです。銃は握って取り出すのではなく、A ボタンを押せば出てきてトグル設定と同じように握り続けなくても持ち続けることができます。いろんなものが握れるっていうことを売りにしたゲームでメインウェポンが握れないってどういうこと？それおかしくないって思いませんか？これは私の勝手な想像なんですけども、ゲーム開発中にもちろんメインウェポンの銃をインデックスコントローラーで握って持つっていうことをいろいろ試行錯誤してたと思います。いろいろやって銃を握らせる方向で進めていってたと思うんですが、やっぱりやっていって武器を握るっていうのはダメなんだなって開発の人は分かったんだと思うんですよ。だから銃は握れないようにしたと思うんですよね。アリックスの開発がなんで銃だけ握れないようにしたのかっていうと、まあやっぱり問題が起きたと思うんですよ。銃を握りたくなくても勝手に握ってしまうという問題と、銃を握っているはずなのに銃を落としてしまうっていう問題が発生したんだと思うんですよね。それでもうこれはダメだと、銃だけはもう握らないようにしようということにしたと思うんですよね。で、私が言いたいのは、そのインデックスコントローラーを作ってるバルブが、そのコントローラーを宣伝するために作ったゲームであるハーフライフで、唯一メインウェポンである銃を握らせないようにしているっていうことを重く受け止めてほしいっていうことなんです。では最後に話をまとめますね。VR ゲームではホールドではなくトグルを標準にするべき。理由はリアルで武器を使って戦っている私がトグルはリアルの握り感覚に近く、ホールドはリアルの握り感覚からかけ離れていると感じていること。この世で一番インデックスコントローラーのことを分かっているバルブがハーフライフでメインウェポンだけトグルにしているということ。いかがだったでしょうか？この動画が VR ゲームを作る方たちの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。